呪いのビデオ制作委員会にある封筒が送られてきた。中には何のシールも貼られていないビデオテープと意味不明な文章がびっしりと書き込まれた手紙が入っていた。差出人は不明であった。差出人不明の投稿日で、それは一体何の目的で我々のもとへ投稿されたのだろうか。さらにそのビデオをチェックしたスタッフが奇妙な感覚に悩まされているという。この呪いのビデオ制作委員会の方では一般の方から送られてきますビデオとか手紙、写真ですね、そういうののチェックって言いますか、スタッフの方がご覧になる前に僕の方でチェックして、どうしても忙しくなりましてね、で会社の方で全部チェックしきれなくって家に持って帰ってですね、家で見ることが結構あるんですけど、この間ちょっと貯めてまして、手紙なんかも添えてあるんで、手紙の方をまずチェックするんですよ、ビデオ見る前に。で手紙をざっと見てた中で、ちょっと一つ、気になるものっていうか、なんか宛名書きとかもものすごい汚い字で嫌な字で書いてあるんですよ。でちょっと嫌だなと思いながら手紙を見たんですけども、手紙の方も支離滅裂っていうか、ちょっと変な呪いのビデオは霊を冒涜してるだとか、報復とか、9回見たら発狂とかって書いてあるんですよ。9回見るということだと思うんですけども、でちょっと気持ち悪いなと思って、後回しにして他のを見てたんですけど、最後結局見なきゃいけないんで見たんですけど、暗い中になんていうか円形の火が燃えてるような映像なんですね。暗い夜なんですけど、でその円の中で燃えてるんですけど、魔法陣みたいなイメージなんですけど、そういう中でよく見ると人型の人形みたいなものが燃えてるんですよ。ちょっと場所わかんないんですけど、水みたいなちょっとキラキラしたものが見えたんで、多分川の脇とか湖とかちょっとわからないんですけどね。でそれをずっと見てましたら、途中からその絵のところから煙みたいな感じの白いものが浮かんできて、それが人の形に見えたんですよ。で気持ち悪いなとは思ったんですけども、仕事柄ちょっと慣れっこになってるところがありまして、でスタッフの方にも説明しなきゃいけないんで、何回も繰り返しその部分見てたんですよ。で人型になったところでちょっと一時停止したりしてたんですけど、その時に僕ワンルームマンションなんですけど、一時停止した時に後ろでパチンってラップ音っていうんですかね、そういうのがして、そういうの別に経験なかったわけじゃないんで、またかって言えばまたかなんですけども、でもちょっとその映像から受ける雰囲気がちょっとただものじゃないなっていう。でも見た後に白い人型が頭に焼き付いてまして、普段仕事してる時とか電車とか乗ってて一人でいたりすると浮かんでくるんですよね、頭に。
すごい不安になって、人前でもなんか叫び出したくなるような感じで、信じるわけじゃないですけども、手紙の方にまあね、9回見たら発狂するって書いて、まあビデオを見たらってことだと思うんですけど、まあ僕も多分5、6回は見ちゃってるんで、まあ、そのせいなのかなと思って、ちょっとまあ不安っていうか、なんか港か、まあ、川みたいな。そうですね。車か、電車か。多分電車だと思う。我々はこの映像のある部分に注目した。画面の上の方に小さく列車のものと思われる明かりが映っている。1両来ましたね。2両。3両っぽい感じはするけどね。電車が走ってんだったら海じゃないよね。川か。そうですね。3両編成ぐらいで、かつ川を渡っていて、少ないよね、多分そういう路線は。まあ、鉄道とかに詳しい人の方が分かったりするんじゃないでしょうかね。この映像の撮影場所はどこなのか。封筒の消印が都内のものであったことから、それは都内周辺であると思われた。そこで我々は鉄道に詳しい人に都内周辺で3両編成の列車が走る場所を聞いてみた。そうですね、我々とある映像に映っております場所を探してるんですよ。あ、そうですか。その映像にですね、そのちょこっと電車が映ってるんですよ。はい、それが3両編成の電車で、かつその大体の場所が都内もしくはその近郊じゃないかっていうところまでは分かってるんですけれども、はい、この辺りに映るんですけど、はい、あ、今走ってきましたね。3両編成。そうですね。神奈川で線っていうのがありましたね。線じゃないかなと思いますね。川があって橋があって。マスターはある路線と駅の名前を挙げ、都内周辺であればこの映像はその場所以外に考えられないという。我々はマスターの証言をもとに差出人不明の投稿ビデオが撮影された場所を求め車を走らせた。果たして撮影されたのと同じ場所を見つけることができるのだろうか。そして我々はある鉄橋にたどり着いた。これは映像に映っていた鉄橋と同じものなのだろうか。確かにマスターの証言通り、この鉄橋には3両編成の列車が走っていた。この鉄橋が投稿された映像と同じように見える場所はあるのだろうか。映像では鉄橋のもっと奥の方に民家の明かりがあるんですけど、こっちからだと工場地帯にしかなってないんで、あっちのマンションはちょっと手前にあるんで、この映像とはちょっと違うんじゃないかと。我々は投稿された映像と比較しながらこの鉄橋の周りをしらみつぶしに当たっていった。もっと距離が燃えているような部分ももうちょっと河原に近いところで止まってるんじゃないか。
ションがあの辺にあるんで、ちょうどそのマンションの光が映り込んでるんで、光がこう川面に映ってる感じがこう左側に見えるんで、こっちの右岸の方から撮ったんじゃないかと。こっちの方が有力なんじゃないかと。かなり近い感じなんじゃないかと。ちょっとこの辺から、ほとんど同じじゃないですか。多分こう橋の小ささといい、あの辺にマンションがある感じといい、多分今まで見た中ではここが一番近いんじゃないかと。堤防のようなところの上から。ついに我々は投稿映像が撮影されたと思われる場所を発見した。この場所で撮影したことに何か意味があるのだろうか。そして映像に映っていた人の形をした白いものの正体は何なのだろうか。投稿映像と同じ状況で撮影し、その映像に何か変化がないか試してみることにした。夜になり、再度投稿映像と同じ画面になるよう微調整を行い撮影を開始した。ここから見える列車が終電を迎えるまで撮影は続けられた。撮影した映像をチェックすると、ある部分に奇妙な声が録音されていた。いや、ごめんなさい。どうしたんですか？この間のえ話してたビデオがあったじゃないですか。差出人不明の投稿ビデオビデオはいで、あれを多分見たんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと僕友達がしちゃったんですよ。飛び降りで、死んじゃったんですけど、ちょっとさっき連絡受けて、いや、この間お話したビデオはい。で、多分
結構僕のところに泊まりに来るやつだったんですよ。はいだから何日か結構連続で泊まってたりしたんで、でその時に見たのかなと思って。そのした友達はその投稿ビデオを、部屋に置いてあったんですよね。で、はいずっと僕後回しにしてたんで、見ないで、すみません、見ないで部屋に置いてあったんで、じゃあその足立君の、はいうちにその時々泊まりに来てるその友達がいて、まあその友達の方がこうで亡くなったと。はい。飛び降りですか？飛び降りです。飛び降りですか。連絡が入ったんですかね。今聞いたところで、うちにあったあなたのうちにあったその例のビデオを友達が見てたかもしれないと。見たんですよ、あれ多分。あいつなんかたまに僕のビデオをこういたずらして見るようなことやってたんで、じゃあやっぱビデオにその原因があるかもしれないと思いますよ。多分旅行にね、行こうっていう話をね、してたとこなんで、絶対そんな、もうそういう話をしたばっかりだと。そんな死ぬとかっていうんじゃないんで、もうあれしか考えられないですよね。責任感じるっていうか、まあそんなねやばいビデオとか思わないじゃないですか。返したっていうか。まあ気をしっかり持って。はい。すみません。果たしてスタッフの友人の死は投稿ビデオを見たことによるものなのだろうか。その映像は視聴者の危険を考慮し一番最後に収録している。